本日のお題ですね。お題はインテリアの塗装と組み立てですね。どこまでできるかな。これが床。ここにこう収まって、ここにシートやらなんやらついていくんですよ。で作業の流れとしては11番からですね、下のこれで消火器とかなんかのタンクとかいろいろつけて、でロールケージの組み立て、シートベルトもつけます。でこれハンドルとかくっつけて、ダッシュボードでここまでですね。ドアの内張り貼って、今のこいつに組み込んで、その辺りまでいけると思います。で作業の方進めますか。ロールケージは組んじゃいます。キットの指定だとね、順序があるんですけど、その順序をちょっと無視します。多分いけると思うんですけどね。である程度って組んじゃって車体から外して塗ってから乗っけるというパターンができるかどうか、多分できると思うんですけど、で位置関係もあるんで見ながらなんですけどね、一回仮組みの時には乗せてみて大丈夫じゃないのかなという。これ大丈夫じゃない、逆だ、こうだ。でもちろんロールケージのあれです、パーティングライン、ロールケージのパーティングラインは意外に見えてしまうと思うので、ちゃんとこれ向きこっちでいいんだよな。なんかこうか。でこれでも流し込みでちょんちょんと固定しちゃいます。ロールケージだけね、車体にはくっつけないです。またくっつけるまでがこんな感じでしっかり接着、しっかり接着剤なしで固定ができるものではないので、この辺がねあれなんですけど、位置でいいよな。でその位置に置いたらもうこうやって流し込みでつけちゃって、流し込みでくっつけちゃいます。でこれ固定することによってこの今のロールケージ同士のありえない接着面を修正できるじゃないですか。気にならないっちゃ気にならないかもしれないですけどね、ほんのわずかな段差が必ず出ると思うんでバックミラーはまだ取り付けないけども、その根元の部分はくっつけちゃいたいんですよ。ここにバックミラー来ますよというとこなんですけどね。
まあ室内なんでね、目立たないっちゃ目立たないかもしれないですけど、まあここは見えないですね、屋根が来るから。あと前もおそらくほとんど見えないと思います。ここにモニターコンソールパネルが多分ここに来るんで、目立たなくなりますよね。でこういうのが出来上がる。これはこれで塗れますからね。で後でこっちに接着すればいいだけですから。でミラーもこっちから接着できますし、これはこれで塗ります。でまずロールケージなんですけど、まあこのコックピットフロアのパーツ、ジャーマングレーを塗ってから白を塗ってるんですよ。まあ、室内なので暗くしたいっていうのがありまして、でそれに合わせたいんで、やっぱりこれも一旦ジャーマングレーで塗ります。まあこんなもんでいいでしょう。上に白を塗るんで。で最後に白ですね、グレーで塗ったロールケージを白で塗ります。で一応こう来るんで、こう来るんでね、だいたいこの辺から上はかなり白く塗ります。逆に下は多少グレーっぽい、まあこれぐらいの色にしていきます。この辺から上ですよと。それが曲がってるところから上ですね。後ろは結構明るいと思うんで、結構光が差してると思うんで、これはもうこの辺りまで白にしたい。そうするとこの辺かな。こんな感じでしたね。一応今塗ってるのはあれです。クールホワイトですね。隠蔽力があるんで。こんなもんですかね。まあほとんど上と下ほんのわずかです。違いはないんですけど、フロアに乗っけるとまあこんな感じですね。こうボディがくるんで、じゃあとりあえず、パーツ大体塗り終わったので、多分塗り終わったと思います。取り付けてきます。まず一番最初のシャシ、まあ、インストは2番目のところですね。エンジン組み込みの時にくっつけとくべきパーツ、ここまで引っ張ってました。引っ張ってましたってそんな大したもんじゃないよ。カーボンの塗装ですね。一緒にやらかしたこいつです。これをここに接着ですね。これはこれで OK と。これは横に置いといて、ここですね。インテリアの方、でもインストの流れ通りいきますか。こうやってパーツなくさないようにね、こういう100均のケースの中に細かいパーツがそれぞれ入ってますけど、インスト
11番で取り付けるもの、こんなもんかな。あとブレーキアクセル、これはちょっと後でやりたいことあるんで。ちょっとね考えちゃったね。どうしようかな。結構車内がねパイピングがあるんですけど、いっか。ほとんど床を張ってるパイピングの見えないっちゃ見えないですよね。まあ見えなくはないけれども。この消火器はこの足のこの部分だけが接着面なので、だからこういうところにパイプがね実際はあるんですけど、で瞬間接着剤なんですけど、いわゆるこれがサラサラタイプですね。一応耐衝撃タイプ、ゼリー状100均で売ってるやつです。でこの2つをまずゼリー状を伸ばしランナーでも爪楊枝の先でもいいと思いますね。こう取って、でここにサラサラをくっつけて、で接着したいこのアクセルペダル、全部乗っけちゃっていいでしょう。そんな簡単には固まらないので、これを貼っていくと、これ表裏あったっけかな。ないな。これちょっと湾曲させないとダメです。少し癖をつけてやります。キトの方がねちょっと、癖があるんで、改めてクラッチからでブレーキ、アクセルは幅が広い方が下だね。要は2種類の接着剤混ぜることで、効果時間の調整ですね。これでです。でついでなんで他のエッチングパーツもつけていきます。で色を塗ってあるんでね、あまり金属のピンセットで掴みたくなかったんですけど、こんな感じで、これでまた後ほど別の工作あるんですけど、これ置いといて、ルームミラー、バックミラー、ルームミラー、どっちだこれなんですけど、一応エッチングパーツにもこのミラーのパーツはあるんですよ。ただこうもやもやっとしてるんで、これを使います。あれです。車の
カッティングシート、ラッピングフィルム、メッキ調のラッピングフィルムですね。ミラーフィニッシュっていう手も確かにあるんですけど、高いんだよね。で、今回このマスタング作るのにあたって、ほらボディの下の金色用にゴールドのこれも買ったんすけど、やったら大きくって、しかも使わなかったという、あまりにも綺麗すぎたんで使わなかったです。まずこれで型紙をね作るっすよ。まあ完全に切る必要ないと思うんですけど、傷を入れる程度で、後でカッティングマットの上で切った方が切りやすいですから。この上で切ってやると。向こう側がまだ切れてないかな。で、まあこれ多分大丈夫だと思うんですけど、平面なんでね、曲面だった場合はドライヤーで温めながら、でこんな感じで保護用の透明のそうですね、剥がしてやれば、こんな感じですね。光るでしょ。これをここにくっつけてやると。いや、今変な傷入っちゃった。まあいいか。綿棒でゴシゴシってやったんでいいや。で、デカル貼ってあるんで上下間違えないように。乾いちゃったかな。なかなか綺麗に写ってるでしょ。これはまあサイドミラーにも同じのを後で貼ります。次がいよいよシートですね。でシートの方はスパルコのデカールはこのように貼り付け済みです。これデカールどうしようかな。フラットクリア拭くか。ちょっとおかしいもんね。キラキラ光ってて。ちょっとこれフラットクリア乗せます。エッチングのシートベルトを組んでいくんですけど、資料は一
のデカールを見ながら組んでいきます。特にエッチングパーツの方に何らかの組み立てインストがあるわけではないんで、ホームページ見に行ったっけ、完成後の写真しか載ってない。で、接着は何でもいいんですけど、これ使いますかね、速乾で。これまだ使えるのかな。これもね、すぐ固まっちゃうんでちょっと使いにくいんですよ。まだ使えるね。すぐ固まるんで、こういうのは向いてると思うんですけどね。一番短部ですね、今。ショルダーハーネスの一番下。なるべく裏地の白が出ないようにしたい。ベルト本体もこんな1枚の布っきらがついてるだけなんで、キットのデカールから現物合わせで切り出してます。一応アクステオンのこのエッチングパーツのメーカーですね、ホームページにこんな写真があるので、これも参考にはなると思います。この次に来るのがこれ一応2つの部品なんですよ、エッチングパーツでね。まずこの中に通すと、でこれをちょっとここに入れてみますか。多分この流れでいいと思うんだけどな。入れてやると多分これで長さ調整のと同じようなハーネスの長さの調整ですねと同じような感じにできたと思うんですよ。引っ張って動かないと思うんで、もうちょい下こういうのができましたよと。ですね。これでいいと思います。で、これをね、ロールバーに回すんですけど、それはもうシートを持ってきて長さ調整しながら、とりあえずこの形のベルトをもう一本作って、あとはレッグハーネスですか、足の方のハーネス、違う、腰、ランバーなんでもいいや、腰の方のベルト、トグルスイッチですね。ここのコントロールパネルのスイッチ類なんですけど、使ってるのは 0.25mm のニクロム線です。ニクロム線を長さ 1mm ぐらいに切り出して瞬間接着剤でくっつけていくんですけど、
ですね、こっちに穴を開けてね、刺していけばいいかと思ったんですけど、あれです。あんまりにもエッチングパーツのこの穴がギリギリで、ピンバイス入れると干渉してうまく掘れない。それでも芋付けですね、いわゆる。まあ芋付けったってエッチングパーツに穴がいちいち開いてるんで、こんな感じでくっつけていきます。で、その上のこのエアコンの吹き出し口ですね、ブロバーっていうらしいんですけど、一応エッチングパーツにもあるんですよ。ちょっとこれ変に剥がしちゃったんですけど、キットのモールドとほぼほぼ変わらないんですけど、これはですね、この周りのリングがメッキなんですよね。で、まあそのメッキの部分あるからこれを使おうとも思ったんですけど、平面じゃないですか、エッチングパーツってちょっと違うんですよね。なのでまあここは細くシルバーで塗ればいいのかなって感じがします。これがね、1ミリのこの長さですよ。これちょっと1ミリより長いかもしれない。掴むのがね結構大変です。でゼリー状瞬着つけて、サラサラ瞬着つけて、でこのちっちゃな穴に置いていくと。で上向いたり下向いたりするのがいいと思いますね。全部上向いてるとおかしいもんね。じゃあシートの方、シートの方でシートベルトですね。でショルダーハーネスをロールケージのここのところにくっつけたいんですよ。このシートの後ろのここね、見えないか、これです。でとりあえず多分ね、後でどっちがいいかな。後で入らないかな。入らないならもうシートを取り付けちゃってからじゃないと通るかな。厳しいかな、後からでは。大丈夫ですね。ある程度長さを測っちゃってだいたいこんな感じだから、この辺りの長さかな。すぐ後ろだからね。こんなもんかな。こんなもんで切るか。どれやったらいいかな。いや、もうくっつけちゃおう。シートロールケージ組んじゃいます。でそれからシートベルトを、前のシートベルトだけくっつけとくか。だいたい長さを乗せてこれも切り出しちゃえば。でこれはね、どうしよう、5ミリずつぐらい。
でこいつもシートに固定しちゃいますね。この辺りに接着剤くっつけて、デカールを貼んなきゃいけなかったわ。でこれでデカールは貼れますよね。結局ごちゃごちゃ動かしてるとデカールが割れちゃう可能性があったんで、よいしょ。これがこうか、ここにくっつくのか。こんな感じにできました。いかがなのでしょうか。でこれまだ固定してないです。っていうのはネジの位置、土台の展示台の方に穴の位置を確定させないといけないので、まだこれ貼り付けられないんですよ。とりあえずこういう形になりましたっていう感じですね。こんな感じですね。今シートベルトはこんな感じです。じゃあ次回はまたボディの外側に戻ります。それではまた。